Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Nishida-san. Il est chercheur affilié à l'Université Lyon 1 en France et à l'Université Tokai au Japon. Mais ce n'est pas tout. Il pratique également la cérémonie de thé japonais depuis une vingtaine d'années. C'est un vrai connaisseur de cette tradition. Et nous allons découvrir avec lui l'art et la philosophie qui se cachent derrière chaque geste et chaque préparation. Bonjour, je m'appelle Daisuke Nishida. Je pratique la cérémonie de thé depuis 20 ans. Dans la cérémonie de thé, on fait attention à la préparation d'un bol de thé. Mais ce n'est pas tout. À la fin, les gestes du changement des ustensiles sont aussi importants. Aujourd'hui, M. Nishida va nous présenter une méthode appelée Bonryaku no Mitate Temae, une façon simple de réaliser la préparation de thé japonais chez vous. Nishida-san, よろしくお願いいたします。Je parle en japonais. はい、日本語で大丈夫です。はい、一服差し上げます。お菓子をどうぞ。あ、いただきます。お手前頂戴いたします。
りがとうございます。返して。失礼いたしました。以上でございます。はい、ありがとうございます。で、ふさで、まあ、これお夏目じゃないです。夏目というお茶を入れるものとこのお茶を取る、茶杓ですね。これを清めます。もともと綺麗なものなんですけども、これもう精神的にもしっかりお客さんの目の前で、清めますよということを行います。はい、でこのふさがそれを清めるためのもの。これいろんな流派によって色が違ったりしますけども、私は裏千家なのでこの紫、男性は紫、女性は赤ですかねを使っておられますけども、他の流派はまたいろんな色を使ったりとか、あとは場所、状況によって色が違うものがあったりとかするんですね。例えば異例の茶会であったりすると白を使ったりとかそういうこともあるんですけども、基本的には男性、我々の裏千家では男性紫、女性が赤とおります。でこれをさばいていきます。で草さばきといって、これがちょっと特殊で、これ小学者が一番慣れないところですけど、慣れるとかっこいいみたいなこれでございますけど、こういってでまずお夏目ですね。この字を書いて、でこうグッと回してこう読めるということでございます。でこちらに置きます。でこの状態もう一回ふさをさばき直しますね。今度は茶杓を取ってこちら側でこう極めて実は3往復するんですね。で横を通して、でこう抜くということを行います。この手前だとこちらに置きますね。いろんな置き方があるんですけどね。で茶筅を置きます。でこの三角形ができると大事になってくるところですね。でお茶巾を取っていきます。これは後で拭くものですからね。でお湯を入れます。これお湯を入れる理由は2つで、お茶碗を温めることと、あとお茶筅を温かくして柔らかくするという効果があります。でここで茶筅通しという手前があって、茶筅をこう見ていくんですね。これコンテするのはこれ自体が傷んでないかというのを確認できるということもあるのと、そうですね。でこの茶筅でこう回してみていくんですね。ここが傷んでないかと。これ稀にこう傷んでたりすると、ここで取り替える手前とかもあることはあるんですね。もちろん細心の注意を払って出していくんですけども、そういうことが起きると。でこれもコンとやってまた回して、で3回コツンとやって、そうするとここにセンターが戻ってくる。これがセンターになるので、なるほど。でこれが手前に来てるというのが電光なんですけど、でこれでシャカシャカシャカとやって、くるっとのの字を書いてパッと抜くという形をして、これも綺麗に見えるようにしているんですけど、のの字書くのは最終的にこう全体をこう取るにするというか、全体をこう見渡していくという形ですね。でこれは捨てます。これを懸垂という捨てるところに捨てていきますね。でこの次にお茶巾の出番で、これ実際の晒しとかもあるんですけども、キッチンペーパーとかでもやれたりするので、私はもうこの海外で見立てっていうことをするときにはもうこういうものを使ってやっています。でこれで拭いていくんですけど、まずヘリを拭いていきますね。これ正面くるまで回して一周してですね、この後いの字とりっていう真ん中をきれいにするように、日本語のいとりっていう形でこう全体を拭くということになりますね。でこうして置いた状態で戻して、
った後にこう戻すという形になる。ここで準備が温まって茶筅も温まったので、ここでお茶を入れる準備に入ってきますね。茶杓を持ってこちらから夏がいですね。これ見立てですけども、容器を取ってでここに置いてで持ち替えてで2杯ですね。これ好みもあるので、これはお好きなようにしていただければと思いますし、そもそも茶杓仮にない場合スプーンとかでもやれるので、スプーンで2杯とか、本当に見立てであればそれもできるので、ただお茶やってる人間はこういうの作るの好きで、これ私が作ったやつなんだけど、自分で掘ったりもできるので、そういうことをやって、趣味の世界ですからね、何でもありなんですけど、でやっているというところでございます。でこれでお湯を入れます。お湯を入れるのに温かいので、これをふくさを使ってやることが多いです。特に女性はそうやりますし、男でもはやらないとかいろいろあるんですけど、今回はあれでいいでしょうというところですね。で湯入れ、これお湯入りのところの大体これお好みもあるんですけども、20から30ミリリットルぐらい入れることが多いです。でこれとお茶杓で入れるお茶の量が2から4グラムとかそれくらいの量になるかと思いますね。で茶筅をこう取ってでここから立てていきます。でこの立て具合ね、最初もうシャカシャカとこう、前後にこう振ってあげるとしっかり混ざるので、泡がわーっと立ってきたら泡を細かくすると美味しくなるので、ここでこう表面を少しこう触るようにこうしていくと泡がしっかり潰れてくれて、でその泡の中に香りが入ってくるしますし、こう立てているところにふわっと香りが出てくるんですね。その香りを楽しみながらやるというところありますけど、その香りを閉じ込めていくということで泡をちっちゃく細かくこうしていくというのがコツですね。で最後に我々裏千家だと真ん中を山のように上げたいので、くるーっと回してシュッと取っていくと真ん中が上がるので、そういうことを行ってでここが正面と決めているのでこう回していってで正面がお客さん出るように出していきますのでですね、テーブルだとこのような形に置かせていただきたいになります。で私はこれを手に取って正面を少しずらすっていうことですよね。でお手前頂戴いたします。お手前頂戴いたします。でいただきます。このいただく時のポイントなどありますか？好きな口数で飲んでいただければいいので、自由なんですね。まずで何口で飲まなきゃいけないというルールはないので、そんな自分の飲める量で分けて飲んでいただくのが一番楽だと思います。手前はこのふくさのあれですけど、一口飲まれるとこれを腰につけるというルールがあるのでこうやってるんですけど、それは細かいところですけど、美味しいです。で気軽にも楽しむときはそれしゃべりながらやってそうなんですね。いいですので、気軽な、特にフランスなどでやるときはこう飲んで美味しいとか言ったりするのがあります。なるほど。もう全然喋ってやる、全然ずっと喋り続けてやる人もいます。そうなんですね。そういうのは気軽なところですよ。本当に厳密なお茶会になってくるともういろいろなものが決まったところだともう静寂の中でやってるのもありますけど。でももともとね、お茶を飲んで楽しむとか、お茶を飲んで、そもそも戦国時代それで政治の話をするとかそんなものだったのでそういうところですね。で最後にこう音を立てて、そうです。最後泡をそうですね。泡をすするという、ちょっとやってみます。最後まで素晴らしい。ちょっと残ってしまう。これを置いて、で気にされます。そうか、こう横から見て、横から見てみたりとか、まず触らずに横から見てみたりして、そうですね。でその後ちょっと肘ついた形にして持っていただく。このまま。そうですね。これ持っていただいたりする。でこう触り心地とか、なるほど。もう実際に見るだけなので触れるので、触れるのが一番もう
次に会えないかもしれないさお茶碗に出会ってそれを触ってこういろんな方向から見るっていうことをするという考え方、それが一期一会に通じるらしいんですけど、人だけじゃなくて物にも対してもっていうことらしいです。はい、確かにこの手にフィットする感じそうなんですよ。がすごく気持ちいいです。合う茶碗っていうのが本当にフィットするのが見つかると、それがもうマイ茶碗になったりとかして、なんかそれも高かろうと安かろうと合うものが合うので、それを楽しむ。でしかもちょっとお茶の温度が残ってるじゃないですか、その優しい感覚っていうのを楽しむっていうそうですね、いうのがその空間を楽しむっていう。わかりました。で何かこう言わないといけないこととかありますか？特にないです。これも終わってもうで置けば、もう拝見って見るのも終わったなということで、手前が戻すかその手伝いのものが戻すかっていうので、なるほど、はいですね。では、はい。はい。最後も清めるという意味合いがあるんですか？これで最後清めていくので、これさっき飛ばしちゃいましたけど、茶筅通しこの後しますね。はい。で茶筅をきれいにするということを清めるということですね。でお茶筅とお茶碗が傷んでないかコンと鳴らすことで、例えば割れていたりすると音が違うので分かるということだそうですね。お茶筅これはもう入れてで戻る。でここで茶筅最後茶杓を清めます。はい、お茶もついてることもあるので、これで完全にしまいに入りますよって。やっぱり茶杓が自分で作ったりもするので、これはすごく大事な、お茶をやる人間にとって大事なもの、お茶を取っていくので、これで取れ方も変わるのでこのお茶杓だとどれくらいかなっていうのが分かるので。なるほどですね。これを戻してで元の形に戻るわけね。リプレッサーできる状態になってでこれを叩いてできれいにしましてでまた腰につけ直します。で元の形に戻ってで実際に畳の上だったりするとこれを持って帰るっていうところの所作に入るんですけども、これで、この場であれば簡略化した形で、これでおしまいにいたします。で失礼いたしましたっていうところで終わる感じでございます。Maintenant, je vais poser quelques questions à Nishida-san en japonais. ではありがとうございました。ではちょっと質問させていただきます。お抹茶お茶は、お抹茶以外の、玄米茶、ほうじ茶とかありますが、他のお茶でも立てることはできますか？面白い質問ですね。基本的に伝統的には本当一番茶、緑茶の一番茶を摘んでそれを石臼でひいて粉にしてっていうものになるんですね。でそれで作るのが抹茶なんですけども、理論的にはですね、そういうほうじ茶わかんないけど、例えばウーロン茶とか発酵茶の紅茶であるとか、そういったものにストレートティーの本当に一番いいのありますよね。そういったものを臼でひいてパウダーにして立てたら美味しいんじゃないかなっていう勝手に想像してるんですけども、これは伝統的な人に言うと多分怒られちゃうと思いますけれども取り組みとして面白いので、ぜひもし見てる方がやってもらってもいいですし、ちょっとこちらもやってみたいなと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。で、このお茶を立てるということは、何人かでもできますか？それとも一人でやるものでしょうか？ありがとうございます。それはですね、稽古の場では複数の人間で練習したりとかするので、複数の人間やることが多いです。ただこれ一人でこういうセットがあればできるものですので、一人でお茶を立てていうこともできますし、そもそもこういうセレモニーじゃなくてもお茶を入れて立てるっていうことだったら簡単にできるので、一人でもやることができると思います。なるほど。はい、ありがとうございます。
で、ではお茶を立てる時なんですが、一人の人がみんなに、お茶を入れるのですか？はい、お茶会であると一人の人が亭主となってでお客様に出していくというパターンが多いです。ただ本当に内輪のお茶会とかであればお客さんの方から亭主立てる人にご自粛くださいって飲んでくださいっていうご案内をしてでご自身が飲むとかそういったバリエーションもありますのでいろんな形あります。ただ最初の形としてはお茶会として亭主一人の人がずっと立てていくという形が多いかと思いますけど、あとはアレンジ次第で自由にされると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。それとあとはですね、お茶を立てる決まった時間帯はありますか？なるほど。いつでも大丈夫なんです。これはお茶会自体も朝の午前の茶事っていうのがあったりとかして、もうあとは夜話といって夜日が暮れた時に本当に、お酒とともにみたいな感じで、お茶会をするっていうのもありますので朝から夜までいろんなパターンで飲めます。ただカフェインがあるのでカフェイン弱い人は夜飲むと寝られなくなるかもしれないっていうことありますけど、なるほど。いつのどのタイミングでもやれると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。まだ質問があるので、そうですね。このお茶を立てるということなんですが、フランス人の方がご家庭で、簡単に練習はできるんでしょうか？簡単にできます。というのも抹茶ってこのお茶の粉ですね、それとこの茶筅、あとここではこういう茶杓とかこう使ってますけどこれスプーンでも代用できますし、これも実はこうおなつめって言って実際入れる専用の器があるんですけども、これは今回この缶でやれてますので本当にこのお茶と茶筅があればできます。でいろいろバリエーションを増やしたくなるとこういった道具があると楽しくなるというところです。あとボールはこれです。カフェオレボールとかでもできるので私家でやってるのはカルフルで買ったカフェオレボールをやっております。こういう形のものがあればいっぱい試していただければと思います。ありがとうございます。でまだまだ質問があるんですがこのセレモニーで手で使うこのお茶なんですが、これは日本でも手に入ると思うんですが、どういったところで買える購入できますか？なるほど。日本ですとお茶屋さんっていうのがあって、お茶を専門に売っているお店があります。またデパートメントですと、百貨店ですね、そういったところでも売っていますので、そのお茶屋さんに行くもしくはデパートに行った時にお抹茶を立てたいです、言っていただければお抹茶用のお茶が出てきます。でいろんなところでお抹茶に向かないような粉のお茶も最近は出ています。日本でもあります。それはお菓子に使ったりとか、ラテに使ったりとかあります。ただ単独で飲むにはある程度質のいいものを飲んだ方が美味しく召し上がれると思いますので、そういったお茶専用のものを使われることをお茶としてはお勧めします。またいつもバリエーションがあるので、安いものをお菓子に使ったりするのはまた別の話だと思います。それは素晴らしいことですけども、だと思います。わかりました。コスト面で言いますと、日本で言うと20g でいいものだと4000円とか、上は切りないですけども、よくお店に出てるのだといいものだと4000円とか5000円ぐらいするものもあります。ただ一番安いのでいくと 20g で1000円台で買えるものもありますので、そういったものの価格帯を考えていただくと美味しくお茶として飲めると思います。そうですね。ありがとうございます。最後の質問になるんですが、お水は、重要ですか？お水は何か特別に用意しなければいけないことはありますか？まさにお水大事です。フランスだとやはり硬水、水が硬いミネラルが多いので、お茶とちょっと相性が悪いことがあります。ですのでフランスで簡単に手に入るものであれば、例えばボルビックであるとか、そういった軟水を使うことをお勧めいたします。でタップウォーターだとなかなかなんでいけないかというと、ちょっと鉄分が多かったりするとお茶の色が悪くなったり、あとは香りが立ちにくいっていうのがあってですね、これカルシウムとかマグネシウムとか多いですね。なのでお茶がちょっと美味しく飲めにくい、苦味が出ちゃうんですね。ですので
柔らかい軟水を使うことをお勧めいたします。あ、なるほど。ありがとうございます。これで質問は最後、以上になります。Merci beaucoup. Voilà donc une manière simple de découvrir la cérémonie du thé japonais. Chaque geste a sa signification et même dans une version simple, on sent le côté très traditionnel de cette pratique. C'est aussi une forme accessible qu'on peut essayer chez soi. Nous vous encourageons à découvrir le thé japonais chez vous. Merci beaucoup, Nishida-san. Et maintenant, un mot japonais aujourd'hui, c'est ocha. Le mot ocha signifie le thé, mais au Japon, on ne dit pas ça seulement pour boire du thé à la maison. On peut aussi dire ocha quand on sort un peu, quand on fait une pause, quand on va voir les amis. Il existe plusieurs types, le thé vert, le thé noir, mais aussi des spécialités japonaises comme le thé matcha, le hojicha, le genmaicha, le thé oolong. Essayez d'utiliser ocha. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. はい、ありがとうございます。